皆さんこんにちは。こんにちは。この動画は自転車の走行抵抗を解説していく動画の第2弾、空気抵抗編です。お品書きはこんな感じ。第2弾だけど、これから見ても大丈夫だよ。まずはおさらいから。左のグラフは自転車の走行中にかかる抵抗を種類ごとに色分けしたものです。上から途半抵抗、空気抵抗、転がり抵抗、駆動系ロスという感じに重ねてます。前回は途半抵抗だったけど、今回はここ空気抵抗だね。途半抵抗と空気抵抗で自転車というか車両の2大抵抗と言っていいと思います。このグラフからも断片的に読み取れますが、多くの条件で抵抗の大半をこの2つが占めます。そうならないのはごくごく低速の平地だけです。途半抵抗はもちろん坂道でしか発生しないので、平地では空気抵抗の独壇場です。特に注目すべきポイントは、空気抵抗によるパワーロスが速度に対して直線的な増加ではなく、加速度的に増加する性質を持っていることです。空気抵抗以外によるパワーロスは、基本的に速度に対して直線的な増加をしています。なので、速度が増加するに従って、全ての抵抗の中で空気抵抗が占める割合がどんどん増えていくんですね。なぜそうなるのか説明する前に、各速度で空気抵抗がどれくらいの影響を持っているか、ざっくり見てみましょう。まずは平地のパターン。ロードバイクでは一つの基準になることの多い時速 30km では 82% が空気抵抗と計算できました。このモデルの場合、全体で必要なパワーはちょうど 140W くらい。あなたが適当に設定したモデルね。どうせ人によって条件は違うから、厳密にやる必要はないですね。皆さんも大雑把な傾向としてみてくださいね。でもメディアにはよく、時速 30km 走行時に約 80% は空気抵抗になると書かれてるけど、だいたいそれと一致しますね。140W なら、自転車趣味の人なら結構余裕でしょうか？では速度1割増しの時速 33km ならどうでしょうか？必要出力は約 180W、空気抵抗の支配率は 85% まで上昇します。時速 30km と時速 33km なんて自動車では誤差レベルですが、140W と 180W は雲泥の差です。速度は 10% しか上がっていないのに、必要なパワーは 30% 近く上昇してしまいました。逆に速度を 10% 落として時速 27km にすると、要求パワーは 108W、時速 30km の 76% に減少しました。このように、わずかな速度変化で、必要な出力が大きく変化します。なぜそうなるのでしょうか？次の章では計算方法と簡単な理論について見ていきましょう。一般に空気抵抗により受ける力はこの式で表されます。空気抵抗は前回の途半抵抗と比べるとかなり複雑な現象です。アーシはごく表面的なことしか理解していませんし、この式も空気抵抗の一部を表現しているだけだけど、とりあえず見ていきましょう。まず、この記号はギリシャ文字のロ、空気の密度を表しています。空気の密度と空気抵抗が比例するのは、なんとなく直感的かと思います。気温などで変化し、例えば気温が10度上がれば 3.7% くらい下がります。他にも、標高が高いところに行けば下がりますね。富士5合目まで行けば 25% くらい下がります。空気密度が下がると身体能力も下がると思うので、どっちが得かは知りません。でも基本的に足たちにはコントロール不能なので、気にしても仕方ないですね。足の計算には、平地の15度くらいって設定で、1.22kg 毎立方メートルって数字を使ってます。次に A は
対象を正面から見た時の面積です。単位は平方メートル。まあ大きさのことだと思っていいと思います。自転車なら 0.4 平方メートルくらいかと思います。次に CD は空気抵抗係数または効力係数といって形状に依存する数値です。単位はありません。空気をかき乱したりせき止めたりする形状はこの数字が大きく、逆に流線形なんかはすごく小さいです。単純な形状でしたらこのように一覧にできますが、複雑な形状の場合は実験するかコンピューターで数値計算して求めます。参考小直撮りする動画制作者の鏡。自転車の空気抵抗係数については後の章でやりましょうね。実際の車両では前面と上面積と効力係数をかけた数値で評価した方が分かりやすいので CD と A はセットで扱われることも多いです。セットだと CDA なんて呼ばれることが多いです。その場合単位は平方メートルになります。この CDA が小さければ小さいほど空気抵抗が低い物体と言えます。最後に V が速度で2回かけられますね。正確には地面に対する速度ではなくて空気に対する速度なのですが、単純化のためこの動画内では基本的に風は吹いていないことにします。で、普通は丸暗記というか抵抗力は速度の2乗に比例するってだけ覚えておけば OK だと思うんだけど、少しだけなぜこういった形になっているか説明させてね。青で囲った部分2分の1ロー V2 乗は流れている空気が持つ運動エネルギーのようなものです。空気の流れをせき止めるとこのエネルギーは圧力上昇として現れます。この圧力上昇をアーシたちは空気抵抗と感じます。実際には空気を全てせき止めるのではなくある程度受け流したりできます。空気抵抗係数は正確な表現ではないですが、この受け流す能力を表しているとイメージしていいと思います。ほんなら空気抵抗係数の上限は1なのかなって話ですが、実際1以下になることが多いですが、後ろに回り込んだ空気から引っ張られたりするので1以上になっているものも結構多いです。ここら辺かなり難しいですね。で、なぜこれが速度の1乗ではなくて2乗に比例するかですが、こう考えるといいのではないでしょうか。空気は小さな分子の集まりです。空気との相対速度が上がると空気中の分子との衝突時の力が大きくなります。まずこれで1乗。さらに衝突する分子の数も速度に比例して増えていくからもう1乗と考えればイメージしやすいのではないでしょうか。もっとちゃんとした説明は流体力学の本を読んでくださいね。で、これ大事なことだから毎回説明することになるけど、みんな前の動画見てるわけじゃないしね。ここまで説明した速度の2乗に比例するものは空気抵抗により受ける力です。物理において力とパワー、つまりワット数は別概念です。力にその時の速度をかけることによりパワーを算出できます。なので空気抵抗により要求されるパワーは速度の3乗に比例することになります。記事によって空気抵抗が2乗に比例するって書いてあったり3乗に比例って書いてあったりするのはこのせいね。どっちも間違っているわけじゃないけど、ちゃんと区別してくれないとちょっと困っちゃいますね。さて、要求パワーが速度の3乗に比例するということは速度が2倍になると 2×2×2 で要求パワーは8倍です。速度3倍なら 3×3×3 で27倍、速度4倍なら64倍。気が遠くなりますね。他の抵抗による要求パワーが基本的に速度の1乗に比例するので、速度上昇に伴って空気抵抗が圧倒的になっていくんです。冒頭の時速 30km から時速 33km への変化でも速度 1.1 倍なので 1.1×1.1×1.1 で空気抵抗が要求するパワーは 1.33 倍になります。すごい上昇率です。
ちなみにこのような現象を指して指数関数的に増加と表現しているのをよく見かけますが、これは指数関数ではありません。指数関数はいわゆるネズミ算式ってやつですが、大体の場合こんなもんじゃすみません。指数関数警察子は反比例警察もいますよ。子はさて、さっき引用した表にさりげなく一般車の空気抵抗係数が載っていましたね。0.28 から 0.37 だそうです。引用元の本は20年くらい前の出版なので、今ならもうちょっと良いのでしょうか。では、自転車の空気抵抗係数はどんなもんなのでしょうか。こちらはジャーナル・オブ・ウィンド・エンジニアリング・アンド・インダストリアル・エアロダイナミクスの181号からの引用ですが、こんなもんらしいです。このデータは CFD、つまりコンピューターによる解析結果ですが、一部は実験して結果が妥当なことを確認しているようです。現実よりは1から 7% ほど抵抗が小さめに出ちゃうみたいですけど、比較するなら十分ですね。この資料には空気抵抗係数と全面投影面積をかけた形式 CDA で表記されていますね。 ACD になってるけど、どっちでも同じでしょう。自動車と抵抗係数を比べてみたいから CDA オアシの方で一旦空気抵抗係数に戻させてもらいましょう。まあ 0.65 ってとこでしょうか。さっき見た自動車の空気抵抗係数が 0.28 から 0.37 だったから、ざっくり倍くらいありますね。自転車の方は相当悪い印象だけど、ほとんど生身なのでしゃあなしでしょうか。ちょっと明確なソースなしなんだけど、7から8割が人体側の抵抗だそうです。注意点は、これはちゃんとした服装で、自転車に余分なものをつけていない場合を想定していることです。大体の場合、これより条件が悪いと思いますし、ラフな格好をしていればもっともっと大きな数値、場合によっては1以上になることもあると思います。逆に最新のウェアやアーロロードを使えば、もうちょっと小さくできるかもしれませんね。ただ、この動画はそういった探求が目的ではありませんので、細かな抵抗軽減に対しての深掘りはしません。最新機材に詳しくありませんしね。次は逆に自動車の方に全面投影面積をかけて CDA にしてみましょう。現実的には形状を変えずに全面投影面積を変化させることはできませんので、セットの CDA で扱った方が妥当なことが多いですよね。自動車の全面投影面積はよく知りませんが、仮に 2.5 平方メートルとしておきましょう。すると CDA は 0.70 から 0.93 となりました。これだけサイズ差がありながら CDA では3倍から4倍しか差がないのは、自転車がいまいちなのか自動車が優秀なのか、どちらでしょうね。でもまあ自動車のことはちょっと置いておいて、自転車の CDA をもうちょっとよく見てみましょうか。よく見るとした範ですが、一番上が普段のポジションに近いでしょうか。これを 100% として他のポジションの CDA を比較してみましょう。常識的なポジションでも 15% くらい違うんですね。一番下は良さそうな雰囲気だけ出して、意外と大したことないのが意外です。ちなみに冒頭のグラフ作成のため適当に入れていた CDA は 0.3 だったので、これらのデータのどれよりも悪い数値ですね。みんな適当な格好をしているし、自転車に余分なもんもついてるし、実際はこんなもんだと思うんだけど、でもせっかくだから資料の CDA を使ってグラフを作り直してみましょう。全部グラフにするとごちゃごちゃしちゃうので、この3つです。ブラケットポジションで時速 30km で走行中、ポジションの切り替えだけで時速 31.5km から 32.5km くらいまで速度を上げれそうです。途半抵抗の動画の時の軽量化効果は 2kg も軽量化してやっと 2% の速度向上とかだったのに、空気抵抗に関しては姿勢を変えるだけで 5% 以上も速くなります。200W で比較するなら
一番上のポジションで時速 35.4km、 続いて 37.3km、 38.4km でした。途半抵抗の動画の時、話の流れで 265W を基準に比較してたんだけど、ちょっと基準が高すぎたと反省しています。今回はもうちょっと普通の人が出せて、なおかつ切りの良い 200W を比較の基準にしました。しかし結構差が出ますね。極端なアロポジションは危ないからやめた方がいいと思うんだけど、下半くらいは時速 30km あたりから積極的に使っていいんじゃないかなって思います。ガチ勢的にはどういう見解になるのかな。どのくらいで持ち帰るんでしょうか。あと、全体的に要求パワーが低すぎる気がしますが、まあ参考程度に相対的に見てください。また、この資料には他にもいろんなポジションでの解析結果が載っています。概要欄に URL を貼っておくので、みんな見てみてくださいね。ところで、ネットで軽く調べただけですが、寝そべって乗る自転車、リカンベントなら CDA0.2 平方メートル以下、フルカールの3輪リカンベント、ベロモービルなら 0.1 平方メートル以下のものもあるそうです。特にベロモービルはものすごい小さい数字ですが、ロードバイクの全面投影面積のまま自動車並みの CD1 にできれば、CDA は 0.1 平方メートルくらいになりますから、別に高等無形な数値ではなさそうですね。しかしベロモービルはロードバイクの半分以下の空気抵抗ですから、相当な速さが予想できます。ちょっと個人的な興味から、リカンベントとベロモービルの速さと、それらが上りには弱いという定説について計算して確認してみましょう。リカンベントは CDA0.175、重量が 12kg、ベロモービルは CDA0.075、重量 28kg という設定としておきましょう。ロードバイクはこの資料から CDA0.236 にして、重量はちょっと本気出して 7kg にしますか。相手が強そうですもんね。ライダーも本気出してダイエットして、共通で 60kg とします。装備も含めてですね。まずは平地のロードバイク。先ほどより軽量化していますが、平地ではほとんど効果が出ないので、200W で時速 37.5km といったところ、でも、かなり速いです。続いてリカンベント。これはすごいですね。200W で時速 40km を超えています。トップクラスの人なら時速 50km の維持も夢じゃなさそうです。最後にベロモービル。高速域の比較になるから、あらかじめ横軸を広めに取っておいたのに、200W に届いていません。リカンベントの時点で本当かなって結果だけど、ベロモービルのはちょっと信じがたいですね。時速 50km で 180W しか要求されていません。でもネット巡回して調査すると、むしろさらに低い報告すら見られるので、多分計算は合っています。平地ではベロモービルが圧倒的なことが確認できましたが、上りではどうでしょうか。ではちょっとした山道想定で勾配 5% をつけてみましょう。あら 200W の時、ロードとリカンベントはほぼ互角の時速 17km くらい。ベロモービルはあっさり陥落して時速 15km くらいですね。正直もうちょっと粘るかと思ってたんだけど、あっさり逆転されてしまいました。勾配 1.5% くらい伸び坂くらいまでなら、ベロモービルの優位性がありそうです。これ、仮想コースを設定して仮想タイムトライアルしたら面白いかもしれませんね。ネタが切れたらやろう。勾配 10% とかだと、ほとんど空気抵抗関係なくなって、ただ重いだけです。とはいえ、技術が進歩してもロードバイクの空気抵抗が劇的に小さくなるのは考えにくいのに対して、リカンベントやベロモービルの軽量化は伸びしろが大きいので、将来性はあるかもしれませんね。なんか個人的な興味の話をしてたら、もう20分くらいになっちゃいました。
もうそろそろ終わりにした方がいいと思うんだけど、最後にエネルギーの話を少しだけさせてください。この前、途半による消費エネルギーは走行速度や勾配にかかわらず登った高度にのみ依存するとお話ししました。これは速度にかかわらず抵抗力が一定だから成り立つことですね。空気抵抗だとそうはいきません。このグラフの縦軸をパワーではなく距離あたりの消費エネルギー、つまり燃費にしてみましょう。縦軸をその時の速度で割れば燃費のグラフに作り変えることができます。単位はジュール毎メートル。お気づきかもしれませんが、力に速度をかけてパワーにしたのに今速度で割り直してますから力に戻しただけです。抵抗力と燃費はイコールなんですね。この動画内では説明していない駆動抵抗の計算が僕低速だと成り立たないので、グラフは時速 2km スタートにさせてもらっています。時速 15km 以下でゆるゆる走るのが最も消耗しないのは感覚通りかと思うけど、そこら辺まで空気抵抗があんま影響しないせいですね。空気のない月面ならいくら飛ばしても燃費は変わらないかもしれません。空気抵抗による燃費の算出は抵抗力の式そのものなので速度の2乗に比例します。空気抵抗が支配的な条件だと速度2倍で同じ距離を移動したら4倍のエネルギーを食うわけですね。この知識の実用的な活用を考えるなら、道中の平均速度が同じ条件で比較する場合、なるべく一定の速度を維持した方が燃費が良いということでしょうか。勾配を 0% に設定し直して 25km の道のりを1時間かけて移動した場合を考えてみましょう。こっちの線はずっと時速 25km で走行した場合、こっちの線は前半30分を時速 30km で走行して後半30分を時速 20km で走行した場合です。どちらもちゃんと所要時間は1時間になります。グラフ内の面積が必要な総エネルギーになるわけですが、時速 25km を維持した場合が約 29.5 万ジュール、途中で速度を変えた場合が約32万ジュールです。同じ距離を同じ時間で移動したのに消費エネルギーは 10% くらい違うわけですね。途中で休憩して速度ゼロになったりしたらもっと極端な差になります。少なくとも平地の場合はウサギ戦法よりカメさん戦法の方が効率が良さそうです。ウサギとカメは山岳コースのイメージがある。ちなみにこれをキロカロリーに変換すると70キロカロリーくらいにしかなりません。おにぎり半分以下です。もちろんおにぎり半分以下で 25km 走るのは無理だと思います。人間が駆動力に変換するまでに相当なロスをしているのがわかりますね。まあ毎回言っていますが、生理学的な話は何も知らないんですけどね。レースの話も知らないので、このチャンネルは力学的、工学的に数字をいじくって遊んでるだけと思ってください。毎回予防線張って大変ね。では、今回の動画はここまで。順番的に次はタイヤの転がり抵抗だけど、どうしましょうね。雑に重量に比例しますだけでいいような気もしますが、それじゃあマシなので、タイヤの豆知識動画みたいな感じがいいでしょうか。まだ全然構成も決まってないし、お正月のストックもいい加減なくなったので、制作には少し時間がかかるかもしれません。他の動画でも見ながら気長に待ってくださいね。チャンネル登録もよろしくね。それじゃ、またね。バイバイ。バイバイ。